回は許しというテーマでひとりさんに質問が来ていますのでよろしくお願いします。この許しっていうのはね、ものすごく難しいテーマで、簡単に考えないでもらいたいのね。この話を聞いたら許せる方が分かるんだとかっていう、そういうようなものじゃなくて、許しって永遠のテーマで永遠にできないことだからね。で、そのちょっとぞっとできないんだっていうことを頭の中に入れて聞いてくださいね。はい、どうぞ。天国言葉に許しますがあります。そこにはどんな意味が込められてますか？許すってのはね、自分の心を縛ってるものを緩めるっていう意味なんだよね。だから許せないと自分が苦しいよっていうことだから許していこうねっていうことなんだけど、ちょっと簡単にできるようなことじゃないからね。許せないのが100だとしたら1だけでもできたらすごいぐらいに思ってないと無理だよね。よくまだ許せないんですけどとかっていう人いるけど、そんななくなっちゃうようなものじゃないからね。そのことを念頭にしてこれから一つずつ答えていきます。はい、どうぞ。もし世界に許すが広がれば素晴らしいことが起こります。それを阻んでいるものがあるとすれば何ですか？欲と我だね。欲と我があるとね、許せないんだよね。それと許すっていうことが何でも難しいかっていうと、許せない方が楽なの。許さない、いつまでも恨んでる方が楽なんだけど、脳的にはね。だけどそうなるとまたその時と同じ気持ちになっちゃうから、再現フィルムみたく嫌なことがずっと起きてきちゃうんだよね。一度嫌なことがあって相手はもう忘れてるか分かんないのに、そのたんびにこう嫌なことを思い出す、嫌なことが続くんだよね。そうするとなんていうのか、いつまで恨んでる方が人間ってね、楽なところがあるんだよ。心を切り替えなくていいしね、考え直さなくていいし、そうするとなんていうのかな、許したくない人ってのは許さなくていい方法を考え出すんだよ。例えばなんていうの、あなた親が殺されても許せますかとか、なんていうの、子供が殺されても許せますかとかっていうこと、あなた子供が殺されたんですかって言うと、あなたが恨んでんだ、会社の課長に怒鳴られたとかっていう、ものすごいちっちゃい話なのに、ものすごい話を持ち出してでも許すことをやめようとしないんで、なんでそうやめようとしないんだよね。だから自分で苦しめてるよってことがわからないと、些細なことをね、本当に子供を殺されたんだったら本当に許せないって、それはわかるよっていうのがあるけど、殺されてない人までが殺されたも許せますかとかって持ち出しても許そうとしないんだよね。それで嫌な人生をずっと送っちゃうってことあるよね。で、嫌なこともあるし嫌なやつも出てくるんだよ、世の中に。そのことをずっと考えてたら、嫌いなことを考えてたら幸せになれますかっていう意味で、だから100% 許すなんてことはできないけど、1% でも許せると自分が楽になるよっていう、それを言ってんだよね。はい、どうぞ。許せない、許してはいけないことはありますか？例えば法律違反とかね、これはもう法律にのっとって裁きを行わないと、何か悪いことしたら死刑にするとか、死刑って自分たちで私が殺すという意味だよね。人殺しがあったから人殺ししたんじゃ人殺しが続くだけだから、そういうのは法に委ねて、何でも許すっていうのと法律違反を犯しても許すんじゃないよ。それは国が裁いてくれることだよね。あなたが私的に裁くんじゃないよね。っていうことを言いたいから、法律違反っていうのは許しちゃいけないことなんだよね。はい、どうぞ。許せないと強く思ったことも許せるようになりますか？心が広まってきたりね、そのたびに自分が苦しい思いするとか、人を恨みながらずっと生きてるのが嫌だなとある種思ったりすることもあるよね。だからそれは心の成長で許せる時もあるから、許せる心が段階に来てないのに許しなさいって言って許せないよね。だけど考え方で相手に需要があったんじゃないかとか、なんか考えると100のものを99にすることはできるよね。その 1% でも下がると
自分が楽だよねって、そういうことです。はい。自分に罪悪感があって自分を許すことができません。どうしたらいいですか？そういう相談来ると言うんだけどね、人間って完璧じゃなくて未熟なんだよ。1年前はもっと未熟、2年前はもっと未熟なんだよね。で、未熟に気がついたら次からやらないように間違いをなんていうの100間違いを犯しちゃってんなら95にしようとか、少しずつ良くなっていけばいいんで、そんなに自分を責めたってね、人も自分も完璧じゃないから間違いは犯すよ。でそのことが分かるとちょっとだけ許せるようになる。なぜね、ちょっと許せりゃいいんだよ、っていうことです。はい。病気になってしまったのですが、自分の体を許すとはどうしたらいいですか？病気になった自分を許すんだよね。人間生きてりゃ病気になることもあるんだよね。頑張ってたんだよ。いろんなことで神経使っちゃったり間違っちゃったもん食っちゃったりいろんなことがあって病気しちゃうんだよね。許せないって言ったからって治るわけじゃないんだよ。許してあげてこれからそういうことやめようしかないんだよね。許せないって言ってたからって自分の体が治るわけじゃないし、周りが迷惑するからいつまでも言ってるとね、自分の体だって自分は完璧じゃないんだよ。病気できるのも生きてるから、死んじゃったら病気もできないんだよね。そう思うと、生きてるからなったんだな、生きてるから改良もできるんだっていうことで、今よりちょっといい方向に持ってこうって頭がそっちの健全な方に向いた時ね、知らないうちに少し許してるよね、ということです。まず自分の病気を許しますっていうことも大事だよね。大切だね、はい。じゃあ親を許すことができません。どうすればいいですか？子供って親が好きなものなんだよ、その子供が親を許せないって言うんだから、よほどのことをしたんだよ、その親がね。嫌われるようなことをしたんだよね。だからそういう問題があるんだから、俺たちが勝手に許してあげなさいってさあそうですか許しますと言えるような簡単なものじゃないんだよ、ただその親ってね能力がないからそれしかできなかったんだよ、なんでこういうふうにして俺を育てたんだとかって言うけど、自分がやらなきゃいけないことは自分が親になった時同じことをしないこと、そういうことを自分の中に同じ血が流れてんだよね、同じ遺伝子を持ってるんだよね、だから同じことをしかねないんだよ、だから天狗になっちゃうと親が天狗になっちゃうと自分もなっちゃったりとか、ね、だから親も完璧じゃないんだよ、だから人生ってね魂が成長しながら少しずつ良くなっていくもんで、だらしねえ親だなしょうがねえ親だなと思うけど、親がいなきゃ生まれてこないし、あんなだらしない親がよく自分のことを育てたなとか、ありがたいなとかっていうふうにまともにものが見れるようになると、少し許せるようになるよね、本当に少しだよ、まだ許せないんですけどとかって言う人いるけど、完璧なんか望んじゃダメだよ、完璧なんか望んだら苦しくなるだけだから、はい以上です、困難に出会った時、なんで自分ばかりこんなことが起こるのかと出来事を責めてしまいます。困難に出会った自分を許すとはどういうことですか？健全にまともにものを見てみるとね、いろんな人がいろんな苦労してるんだよ、自分だけ苦労してるように思うし、苦労も今起きてる苦労が最高のすごい苦労に見えるんだよ、こんな苦労がなぜ俺のとこへ来るんだってことみんな来てんだよ、似たり寄ったり来てんだよな、しょうがないんだよ、魂の修行のために起きることなんだよな、でその中から自分はどうやって成長しようか、この困難から何をつかみ取ろうかって健全に思った時ね、誰か恨んだりしてる場合じゃなくて、自分に起きた問題は自分に冷静に見てね、どうやって魂成長させるか、困難が来てるんじゃなくて、ここに起きた問題は自分を成長させる問題なんだ、よく見るともっとすごい問題抱えてる人もいるの、寝たきりの人もいるの、で俺ばっかしって言うけど、世界中だって今ご飯食べられて餓死する人もいるの、いろんな問題があるの、
その時に自分ばっかしとか思わない方がいいよ。みんな苦労してる。誰にでもそういう苦労ってあるんだよ。でもっとひどい人いっぱいいる。だからそう思った方がいいよ。はい、以上です。幸せになっていいのかと自分を責めてしまいます。幸せになることを許すとはどういうことですか？これはね、ひとりさん流の言い方すると、人は幸せになるために生まれてきたんだよね。人は幸せになるために生まれてきたし、魂を成長させに来たんだと思ってるから、幸せになるのがいいに決まってんだけど、幸せになっちゃいけないんだってことになって、あなたはずっと不幸なんだよなってことなんだよね。ってことは、あなたの周りにいる人に俺は不幸なんだって波動をずっと出してて不幸そうにしてるんだよね。そうするとあなたが一人いるだけで明るくなくなっちゃうんだよね。だから人に迷惑をかけて、自分も苦労して人に迷惑をかけてんだってことがちょっと分かると、こんなこと言ってる場合じゃない、俺幸せになんなきゃって思うよなって。だからそこから始めるしかないんで、だからって急に変わらないよ。思いが変わったからガラッと変わるようなことってないよ。少しずつしか変わらないよ。わかるかい？階段だって一段ずつしか上がれないんだからね。無理しないこと、ゆっくりやること、それ大切だからね。はい、以上です。世の中のいろんなニュースなどを見て社会を許せないと思ってしまいます。許すにはどうしたらいいですか？明らかに眺めてみるんだよね。昔より戦争も減ってきてんだよね。飢餓も少なくなってきてるし、年金が安いって言ったって年金なんか昔はなかったんだよ、俺の親の時代なんかね。だから少しずつ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 世の中って良くなってんだよね。でその中で与えられた中で自分がどうやって幸せになろう、どうやって人に親切にしようとかね、よくお金持ちの息子はお金を親から財産もらってとかって言うんだよね。すごい不合理のように見えるけど、それ俺このことをいいとか悪いとか言ってんじゃないんだよ。昔ある人からこの話を聞かされたことあるのね。一生懸命働いてお金持ちになる人がいるっつうんだよね。そういう人は社会に貢献してんだっつうんだよね。でその人は自分の子供が幸せになってほしいし、自分が死んだ後も子供たちに豊かになってほしいからすごく頑張るっていうのもあるんだよね。でそういうのも全部否定していいんですかって言われた時、難しくて俺には分からないんだよね。わかるかい？で世の中っていつもそんなにね完璧にね、なんていうのかな、平等っていかないんだよ。性格がよく生まれるやつもいれ、顔がよく生まれるやつもいれ、足の長いやつもいる、ね。でみんなは平均に合わせて足切っちゃうわけにいかないんだよね。なんであいつばっかしいいスタイルに生まれたんだっていうのもいるし、いろんなことがあるんだよね。で俺たちはそういうのを前世にいいことしてきたらいいことが起きると本当にひとりさん変わり者だからそう思ってるんだよね。現在いいのは前の努力と思ってるから、別に俺は不公平はないと思ってんだよね。でそんなことが分かると腹立ってたこともちょこっとだけね、腹が立つのがやまるかな、100のうち 1% 減るかなって、そういうことです。夫や妻が嫌なことをしたときどう許せばいいですか？わからないな。似た者夫婦っつってね、相手が悪い時は自分がな、夫婦のことを連れ合いって言うんだけど、釣り合いって言うんだよな。そうするとね、向こうが大したことないと、大したことないのをもらった自分も大したことないんだよね。だからね、自分ばっかして、そんなに嫌な女房なぜもらったのとかってことになっちゃうんだよね。なぜ離婚しないのとかってことになっちゃうんだよね。だから似たり寄ったりって考えると、相手ばっかり責めてもしょうがねえなと思うとね、100頭が来てるとこが99になるよね。そんなところかな。許し合っていった方が幸せだよね。でそんな簡単にいかねえんだよ。こっちは許しても相手が許さなかったりね、簡単にいかないんだよ。でその中でどうやって折り合いをつけるか、本当に嫌だったら別れるしかないんだよ。で別れられないんだとしたら、そういう人ですら別れられない何かを持ってる自分の弱さがあるんだよな。で今のあなたにちょうどいいっつって、本当はちょうどいいんだと思うと
100頭生きてるとこ 1% ぐらい差があるよね。職場で仕事をしない上司や部下がいます、そういう怠けてる人に対してどう許したらいいですか？許すより自分が働けばいいんだよね。怠けてて嫌だってことは嫌なんだよね、あなたが。ただ自分が働けばいいんだよね。わかるから、自分が働いてるのはあいつが怠けてて嫌だっていうのは結局自分も本当はやりたくないんだよね。だから会社は働きに行ってんだから俺は働くよって給料もらってんだからで働いてる方が幸せなんだよね。で人のことはどうにも変えられないんだよ。今変えられるのは今ここ自分、今自分が何するか変えられる。ここでいつ変えるんですかってここで変えるの。で誰が変えるんですかって自分が変えるの。いいかい？未来を変えたかったら今やってることを変えるの。今を同じことをしてたら同じ未来が来るんだよ。働かないやつは働かなきゃいいの。自分は働きな。それがまともな考えだから。結局まともな方が勝つよ。一時期ねうまくやるやつはいる。でもね長い目見たらね結局はねおかしなことしてるやつにはおかしなことが来るということです。はい。子供が仕事もせずに周りに迷惑ばかりかけています。どう許したらいいですか？許すより叱ることだよね。許してる場合じゃないよね。ちゃんとしたことを教えるってことそうね。ちゃんとそれやってるとこうなるよっていうことをちゃんとそういうこと、こんなことしてたら人生こうなるよってきちっと教えること。そういうことになっちゃったっていうのはね、親が仕事は大変だよとかね、学生時代に今がお前一番楽なんだとかって言ってお母さんたちは大変だからって嘘ばっかりつくとね、子供が社会へ出るの怖がっちゃうんだよ。ありとあらゆる言い訳をつけて会社行かないんだよね。なんで行かないかって言うと怖いんだよ。だって学校ですらあんな嫌なとこなのにもっと嫌なとこったら誰も行かないよ。だけどじゃあお母さんね子供の代わりに学校行きますかって言ったら絶対行かないでしょ。それパートで働いてる方が楽で楽しいの知ってっからなんだよ。だから嘘ついた報いが来ただけだよ。ということ。お母さんね嘘ついて悪かったね。社会って楽だよ。給料はもらえるしね。飲み会はあるし勉強はにはなるしね。外行きはね合コンがあったりとかいろんな出会いがあるしね。出会いがあって楽しかったんだよ。それをお前に無理に勉強させようと思って嘘つきまくっちゃったよなって。その報いが来てんだよねって一回話し合った方がいいよ。そうだね。はい、以上です。はい。